はいこんにちは。今日は静岡県浜松市天竜区にある夏焼集落に行きたいと思います。結構この集落有名ですね。いつもね行き当たりばったりなので近くにあったのがこの夏焼集落だったので今日は行ってみたいと思います。といってももうねだいぶ日が落ちてきてるんですけど、もうあと5分で着くみたいなんでね、今から見に行きたいと思います。はい、それでは Google Earth で見ていきましょう。さっきまで蓬莱寺と乳眼峡というところに来たんで、この夏焼集落がね近かったので来ました。およそ300メートル先右方向です。というかいろんな集落ね他にも見てたんですけど、調べてたんですけど、もう時間ないんでね、ここ撮影しやすそうなんでね、ここに来ました。はい、これか、これなんだな、これを曲がるんだな。明日はね戸隠山行くんで、戸隠山にね行くんで、これから長野の方に向かわないといけないんですけど、これほんと県境ですよね。この戸隠山じゃなくてこの夏焼集落ってどれだ、これか。なんか愛知県と静岡県の県境にあるからどっちなんだろうと思ったんですけど、これか。なんかこの辺だけ荒れてる。さっきまでね民家いっぱいあったのに、そんな秘境っていうわけでもないのかな。トンネルがいいですね。なかなかトンネルがあるじゃないですか。こっちで合ってるよね。事前調べはしてないんですよね。夏焼集落っていうのは一応名前と少しだけ見たことあるんで、若干しか調べてないです。これ手掘りじゃない、手掘りプラス後から掘ったんかな、上は。うわすごいな、これなかなか面白い。ちょっと暗くて見えないからこれつけて、面白いな、なかなか秘境感がある。結構このトンネル長いですね。これ手掘りだったってこと？だけど路面はかなり綺麗ですね。なんか全然たどり着かないような、ループしてるような感覚があるんですけど、あまりにも長すぎてなかなか長いですねこれ。結構長いよこれ。延々に続きそうなトンネルでしたね。この辺だと思うけど、これは行っていいのだろうか。どっちだ？何このトンネルについて書いてある。待って、これどこ止めていくのこれ。なんか歩いていくみたいな感じになってるけど、こっちじゃないような気がする。こっちじゃないね。ここ止めていけってことか。とりあえずここ止めていこうか。わからないんで。さあ夏焼集落に行ってみよう。ここ結構
みんな取りに来てるから、どうかと思ったんですけど、せっかくなんでね、ちょっと自分も行ってみようかなと思います。OK。反対かと思った。これか。いや、しかしこれトンネル長かったですね。ここに書いてある、トンネルのことについて。冠水してしまうことがあるみたいですね、これ。うわ、すごい、こんなになってるんだ。すごいですね、これ。夏焼集落。夏焼山っていうのがあるんだ。ほら、登山入り口って書いてある。ほんとだ、結構近い、ダムから。冠水することあるんだ。まるでジブリみたいな世界ですね。これがまさに千と千尋の神隠しでしょうか。車がある。駐車禁止。車が入っちゃいけないってことか。でもこの車止めてあるけど。なんか鳥居みたい。どういう状態で止まってるのこれ。すごいねこれ。びっくりするんだけどこれ。ここから歩くんだ少し。戻ってきた時には暗くなってそうですね。長いかな。まあね、今回の旅でいろいろ見てきたけど、なかなか良かったですよ。ここもきっと素晴らしい集落のはず。まあでもこの手前ぐらいにはね結構民家があったんで、もしかしたらその管理されてるんでしょうね。これか。これを見ていくのか。あ、川が流れてる。沢が。これ結構あるパターン？もしかして。ここからどれぐらいあるんだろう。崩落してる。ここ崩落してる。もうそろそろ日が落ちそうな気がする。何あれ、レールがあるけど。荷物、物を運搬するためのレールだね、これ。うわー、すごっ。これレールだよね。レールだよね、これ。これアトラクションみたいなんか。なんかアトラクションみたいじゃない。はあ。うわー、絶景だ。何これ、すごっ。これが夏焼集落。この場面は少し見た。うわ、すごいなこれ。ちょっとね、後からダム映すんで、ダムかわからんけど、ダムだと思うけど、
先に上がっていきましょうか。すごいな。樫山集落みたいな感じかな。はあ、すごいな。うわ、いいなこれ。めちゃくちゃいいですよこれ。はあ、でもそこまで不便ではなさそう。だってこの手前に集落あったから。はあ、長っ。長い。眺めがいいな。送電線来てる。さっきあそこ通ってきたんだ。多分違うかな、わからないけど違うかも、もしかしたら。長いですね、なかなか。どこにあるんだろう一体。全然わからないんですけど。建物がある。しんどい。これ住んでるとかないよね。車はなかったから確か無重だったと思うけど。やっぱり何回見てもいいねこれ。これだ。松が生きてる。まだ普通に管理されてる集落ですね。うわ、すごいな。すごい。電気メーターもついてるし。これっていいやつじゃない気がする。これ朽ちたやつ。朽ちたやつじゃない。すごいなこれ。
虫の音が聞こえる。秋らしさを感じる。っていうか秋なんだけど。若干紅葉してるようなしてないようなしてますね。そこまで戻ってきてないんかな。うわ、すごいな。社がある。やっぱ神社かと思ったけど、上に社がある。鳥居も綺麗ですね。すっごいな。これは、なんだろう。賽銭箱じゃないよね。筆かな。あ、これで運搬してるんだ。レールがある。なるほどね。それは確かにこれがないと持ち上がるのはきついでしょうね。あと、なんか荒れてるね。こっちには巨石がある。待って、この奥にも社がある。あ、社岩が乗っかった。ここまでと思ったけど奥がある。うわ、すごいね。岩が転がってきたらこれ絶対住むのに大変だと思う。あ、焼き場かな。焼却する場所かな。焼却炉っぽいですね。ちょっと神社の方向に戻っていきましょうか。とりあえず集落の仏様、神様を祈ってからまた見ていきましょう。狼様やさかましませやさかましませ。観音様、アシュラ観音だかな。アシュラじゃない。アシュラ観音っぽいけど。失礼しております。これは神社ですね。
神様。水天宮って書いてある。水の神様をお祭りしてるみたいですね。やっぱり昔は水が不可欠だったから、水の神様が多いですね。2社ある。水天宮のお神様やさかましますいやさかまします。ちょっと手を負傷しているのできっちり柏手が叩けないんですけど、こっち側なんかあるのかな。あれも神社ですね。下に見える。五兵が新しい。ありますよね。こちらにもお社があります。神社は集落には欠かせない存在ですよね。神社というより神様なんですけど。開いてるのかな。すごい貴重できるっていうか、お金持ってきてないな。暗いんですけど、ちょっとお参りだけします。この社に静まります神々様やさかましますいやさかましませ。失礼します。ちょっと暗いですね。明るくしよう。こんな感じです。失礼しました。本来はこっちからくぐってこないといけなかったわけですね。しかし鳥居が割と綺麗ですね。これ石かな？鉄ですね。失礼しました。街にはね、建物もあります。わ、すごいな、これ。このレールを通って上に上がってるんだ。しかし、これ神社の通りをまたいでるけど、すごいな、これ。こっちにある、向こうも曲がって、これ神社に運搬するための場所、それとも神社通って向こう行くみたいですね。下っていきますね。だいぶ日が落ちてきたけど。こっち行ってないですね。こっちがあるのかな。なんかこれは家屋に通じる道だろうか。ああ、なるほどね。こ
こういう感じで家につながってるんだ。ああ、すごいですね、ほんと。あ、でもあそことか壊れてる。こんな感じみたいです。では下っていきましょう。すごいところにありますね、集落が。これトンネルがなかった時代大変だったでしょうね。だけど水は豊富にありそう。すっごいこれ。すごいな。これでだけですね。いや、いい集落ですね、ほんと。ここからの景色がまたいいですよね。森に囲まれて、ダムがあって、めっちゃくちゃ秘境なんですけど。すごいいい景色。まあ降りていきますね。これでした。はい。ありがとうございました。はい。ということでね、夏焼集落でした。ちょっと暗いのは見えないかも、顔が。まあ、この後ね、ドローンを飛ばして全体像を見ていきましょう。はい。絶対絶景だと思うんでね。はい。